様はじめまして、スカイカナダ留学という留学エージェントの代表と、あとは泰山サッカーアカデミーという、サッカーアカデミーを運営をしております、牧本泰山と言います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そう、今日スカイカナダ留学の、はい、エージェントをしてるってことで、はい、呼ばさせてもらったんですけど、はい、ありがとうございまありがとうございます。ちなみになぜスカイカナダ留学っていうのを始めたかっていうところからちょっと聞きたくて。理由はいろいろあるんですけど、そもそも僕がずっとサッカーやってて、で、サッカー、一応プロやらせていただいて、2年間だけだけどやらせてもらってて、日本でですか？日本で J リーグ J リーグやらせてもらってて、で、その後に大学に1回張り直して4年間、通って卒業してってなった時に、サッカーって早かれ遅かれ、引退を絶対しなきゃいけない時がある。で、それまでの人生サッカーだけにずっとフォーカスしていた人たちが、サッカーだけじゃなくて他のスポーツもそうなんだけど、自分のこのやってきたことがパタッとなくなった時にちょっと結構なんていうのかな、路頭に迷うじゃないけど、次の目標がなかなか見つかりづらいみたいな、そういうシーンというか、よく見てきてたので、僕自身もそうだったし、だからその次の、セカンドキャリアとか、もちろん社会人の人たちもそのキャリアチェンジとかっていう、そういうちょっと次の節目に移行するときに留学っていうことを、一回経験してもらって、また新たなステージに、飛び込んでもらえたらなっていうことで、スカイカナダ留学というのを立ち上げました。まずサッカー選手になった後に大学に行かれたんですか？そう。サッカー選手は何年ぐらい？サッカー選手は2年だけです。2年短命だったんですけど、2年してからもう大学に入りました。その大学では何を学びに？大学は何を学びにっていうわけでもなかったんだけど、4年間、2年間でサッカーダメだったから、もう一回4年間を通して、プロにもう一回返り咲こうじゃないけど、そういったことをちょっと僕の恩師が言ってくれて、それでだったら行きましょうということで。じゃあ大学の間も4年間サッカーされてたんですか？そうなんですね。だからちょっと入った時が2つダブって入ったみたいな感じになってるから、ちょっとなんていうのかな、自分なりのジレンマというか、なんか、知ってる子たちも結構いたから、また一からやるのかっていう感じはあったけど、でも結果的にすごい4年間行っててよかったなって思ったのは、ありますね。今スカイカナダ留学っていうエージェントをカナダでやられてると思うんですけど、はい、初めての海外というかカナダに来た理由は、そのスカイカナダ留学のエージェントをするからカナダに来られたんですか？いや、これはもう全く違って、実は僕大学4年卒業してその後に東京に就職してで上京したんですけど、一般企業で働いて、でちょっと働いて辞めて、でその後ちょっとエンタメ界のちょっとお仕事するようになって、で自分もこういったラジオとか、あと MC っていうお仕事をさせてもらってて、でそのタイミングで東京オリンピックが決まって。それいつですか？何年前かな、それこそ8年とか9年、いやもっと前か、ちょっとわからないけど忘れちゃったけど、でもそのタイミングで東京オリンピック決まって、で、これやばいと思って英語勉強しないと、インバウンドの人たち作るなと思って。もうその時からもう思ってたんですか？もう英語やらないとって。じゃないと生き残っていけないと思って。へえ、だいぶ早くないですかそれ？そう、いやでももう決まった時にはこれはもう行かないとやばいと思って。で、それが何歳ぐらいの時？それが、29の時かな、の時で、それまではもう英語なんて勉強したこともなかったし、海外は旅行とかでは行ったことあったけど、もう全然話せない状況の中で、もうでもやんないと生き残っていけないと思って、一回セブ島に行って。じゃあもう英語やんないとってなった瞬間、まずセブ島に行ったんですか？そう、まずセブ島に行って。それは語学留学みたいな？語学留学みたいな。で、その時まだお金に余裕もなかったから、長く安く住める方法は何かなって結構調べた時に、セブ島で0円留学っていうのがあると。セブ島ってフィリピン？そう、フィリピンです。0円留学？そう、0円留学があると。で、どういう仕組みかっていうと、日本の、企業なんだけどがセブ支社みたいなのがあって、でそこで働きながら英語を学ぶことができると。だから1日に7時間とか働いて、7時間8時間ぐらい働いて、あと4時間
の英語のレッスンは無料ですよと。へえ。プラス住むところも無料、食事も無料。マジっすか？そうでもだいぶハードじゃないですか。いや、そうなんだけど、まあでも、いや、すごく充実してました。うーうんん。それはどれぐらいの期間行かれてたんですか？その最初の1年間は、そこの、まあ、コールセンターだったんだけど、コールセンターで1年間働きながら英語を勉強して、その次の1年間は、向こうにある語学学校でインターンとして働きながら、また英語を勉強してたっていう感じかな。うん。でも、それが終わった時に、いや、もっともっとやっぱ英語勉強したいと思うようになって、で、その時に、カナダをちょっと選んだっていう経緯があります。はい。ちょっと少し記事見てて、うんTOEIC の点数が最初190点から始まったってのを見て、 190点からそう。その190点からその多分留学とかを通して勉強されていったと思うんですけど、うんなんか自分の中で自分に合ってたなっていう勉強法とかあったりしますか？その英語が伸びたような。英語は伸びた。まあ、そもそもなんかみんながやってる、今でこそ勉強法、いろんな勉強法があるけど、その時は勉強そもそもしたことがなかったし、どうやって勉強すればいいんだろうみたいなところから始まって、で、とにかくひたすら単語を覚えるっていうことからスタートして、で、書いて読んで、で、また復習してっていうのを毎日、毎朝繰り返して、もう筋トレみたいなもんだよね。もう毎日やり続け毎るみたいな。日とにかくやり続けると。で、それで、とにかく単語を覚えて、そこからなんか文法とかを勉強するようになったっていう。それこそなんか、その時は、Z 会みたいなはいはい、ありますテキスト、ね。テキストがあって、はいはいで、一からもう中学英語を勉強して、そうそう。で、もう実際に最初から、そう、最初から。で、実際にまあセブ島でも家庭教師を雇って、でセブ島でセブ島で雇って文法を勉強して、もう一から全部やったら、なんか意外となんかできるようになったみたいな。でもじゃあそのセブ島の経験をした後にすぐにカナダに行ったんですか？そうです。そのカナダを選んだ理由とかってあるんですか？その当時、まあ、付き合ってた子がいて、はいはいはいまあ、今の奥さんなんですけど、はいはいはい。で、まあ、一緒に、まあ、カナダいいよっていうことで、バンクーバーに来たっていうか。へえ、うんあ、じゃあ奥さんがきっかけでバンクーバーに。そうでもそれも一応語学留学としてそう最初は行かれて。最初は語学留学で、まあ、1年間ぐらい通って、で、日本に帰ろうと思ったんだけど、はいはい、まあ、やっぱりその、英語への熱みたいなのが冷めなくて、一年でもっとそう、1年で。で、いや、これだったら俺大学行きたいなと思って、カナダのですか？カナダの。で、大学行きたいなと思って、ちょっと勉強してて、それこそ IELTS とか、まあ、勉強してて、その語学学校の中に、パスウェイコースっていうのがあって、そのままこう、大学とか短大とか行けるようなコースがあって、そこに実際に入って、で、勉強してたんですけど、まあ、そのタイミングとかで、ちょっとこう、まあ、違う短大に結局入ったんだけど、違うカレッジに入って、で、そのタイミングの時に、たまたま学校の先生が、まあ、うちの息子サッカーやってるんだけど、ちょっと見てもらえないかっていうことで、はい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 。ちょっとサッカーのコーチもやり始めたみたいな。それが留学生として行ったけどサッカーコーチもやりだしたみたいな。そう。へえ。それで今はもうサッカー自分のチームを持ってサッカーもしながら留学エージェントもしてるみたいな。そう。まあ、だからなんて言うんだろうな、僕の場合は本当にもう運とか、まあ、チャンスみたいなものになんか恵まれてて、いやいや、でもそれを取るのもね。いやー、まあでも、まあ、ありがたいことに本当になんかいろんないい方々に巡り会えて、そこでこうなんかいろんな分岐点じゃないけど、まあ、少しずつこう目標とかでき始めて、で、まあ、今の自分があるっていう感じですかね。うん、じゃあカナダに来たのは最初語学留学で、うんそのサッカーのお誘いがあったからこっちに残り出して、そう。じゃあもう残った理由はそのサッカーのコーチが一番でかいんですか？まあ、その当時の、まあ、今の奥さんはい。と、まあ、永住権が取れて、それ聞きたかったんですけど、うんその永住権ってどうやって取ったんでで、その時は本当に、まあ、来た当初からお世話になってたエージェントさんがすか？はい。いて、で、その方が来た時に、まあ、一緒に来たから、うんで、それで、まあ、もし、まあ、長くいないにしても、まあ、永住権が取れるんだったら一番いいから、とりあえず取れる方法を、まあ、なんて言えばいいんだろうな、
取っても永住権が取れても取れなくてもいいから、その準備だけはしときましょう。そうですね、持ってたら持ってるだけ得ですもんね。そうもう損しないですもんね。でそれでいろいろなんか、銀行口座一緒にしたりだとか、住むところ一緒だったりとかっていうなんかいろんなやつがあるんだけど、それで、結局コモンローっていうのがで申請して、で言ったら事実婚みたいなので申請して、で、PR が取れたっていう。奥さんは日本人？日本人です。はい。でも今とか結構 PR とか変わってきてるんですかね。いや今はもう難しいんじゃないですか。今もし日本人がPR 取りたいってなったら、一番取りやすい方法って何ですかね。結婚じゃないですか。結婚ですよね。結婚ですよね。そう結婚じゃないですかね。結婚以外やと何になるんですかね。結婚の次、多分みんな結婚とは言うと思うんですけど、その結婚の次、結構現実的に自分一人で頑張りたいってなった時にどうしたら、これはねすごくやっぱ難しいと思うし、僕自身はもうほぼほぼ厳しいんじゃないかなって今一人の場合は、とは思ってるんですけど、あえて言うとすればかなりのスキルを持った方だったらいけるんじゃないかなと思う。スキルっていうのはそういうお仕事面とか、お仕事面とかでも、誰もが必要とされるようなスキルドワーカーみたいなだったら、求められるような人材になれるんだったらその可能性はあるんじゃないかなとは思います。あとは英語の TOEIC とかの点数とかも関係ある？そう、もちろん英語のスキルっていうのはこれはもう、なんていうんですかね、あって当たり前というか。そうですよね。カナダに住むってなったらね。そうですね。だから英語もできてプラスで仕事のスキルがずば抜けてないと今難しい状況になる。そうだね。じゃあもう結婚を探すしか。そう結婚カナダ人と結婚。そう結構やっぱ難しい状況ではあるんですね。いや難しい状況ではあると思いますよ。それで PR をそこで取れて、でそこからスカイカナダ留学を始めるそこまでの間って 2,3 年もうちょいあると思うんですけど、そこの間はどうしてたんですか？自分の、奥さんももともと留学業界で働いてたのもあって。そうなんですね。そうです。はい。それでもうちょっとステップアップするために独立しようかっていうことで独立したっていうのもありますし、あとは自分が何かできないかな、なんかこの世の中のためにできないかなって考えた時に、自分がちょっと苦しんでたような時期とか、それこそ20代半ばとか、ちょっとこう何かやりたいけど何がやりたいか見つからないみたいなとか、次のライフステージに行きたいんだけどでもなかなかやりたいことが見つからないような人とかをちょっと手助けできるようなことってなんかなって思った時に、留学エージェントが一番、合ってるんじゃないかなと思って。めちゃめちゃ素敵ですね。いやそれこそやっぱり僕も今20代、20歳でやっぱり結構周りとかにもいるんですよ。僕もそうですけど、もう将来何したらいいかわからんみたいな、結構日本にいる友達とかもちょっと何したらいいかわからんからちょっと海外行ってみようかなっていう人も結構いるし、だからそういうところでやっぱり留学エージェントっていうのはすごい助けになると思うんですね。いや本当にそう思いますね。ただまだまだこう認知されてない部分もあったりとかするので、だからこう日本に帰った時に大学に行ったりとか高校に行ったりとか、そこで提携提携というか大学とか高校でサッカーやめる人とか、サッカーだけじゃなくて他のスポーツをこうやめた時に次の目標がまだ見つかってないみたいな人とかに一度ちょっとこう留学を経験して、留学経験したらこういろんなバックグラウンドを持っているような人たちに出会えるから、そこでまた新たな発見とかやりたいことっていうのが見つかってくるんじゃないかなっていうことで、ちょっと回らせてもらったりとか、あとは日本でこうセミナーをちょっとやらせてもらったりとか。留学セミナー的な。そうです。はい。そういったことはやってます。じゃあもう留学エージェントとして、あれなんて言おうとしたっけな。留学そのスカイカナダ留学エージェントとしてのその強みっていうのはやっぱサッカーが大きいところはあるんですか？そうですね。僕も、サッカーのスクールを運営してるっていうのを考えるともちろんサッカーっていうのが強みなんですけど、ただ僕の場合はスポーツのセカンドキャリアっていうところは多分皆さん苦しんでるところは一緒なんですよ。
はい、サッカーだけじゃなくて、うんなのでスポーツ全般でそういった悩みを抱えている人とかを救いたいなっていうのはああ、じゃあ考えます。もうサッカーだけではなくサッカーだけでなくてスポーツ全般そう見ながら。で僕のその奥さんはどちらかというと、留学も経験してるし、あとはこの社会人のその次のキャリアチェンジとか、次の目標作りみたいなのきっかけで、留学を進めてるっていうのがあります。じゃあどちらかというと高校留学とかよりかはもう少し上の年齢にはなってきてるんですか？そうですね、ターゲットというか僕たちの求めてる層っていうのはそういった方々ですけど、もちろんね、昨夜のようにね、いやそうですね僕も15歳からお世話になってねそう高校からっていう方もいらっしゃるので、そこは僕らも、ダメってわけじゃなくて、その受け入れられるところは受け入れたいなと思ってるんで。いやはい、もう懐かしいですね。もうなんかもうほんまに15歳の時に何も英語もわからんままカナダに来て、その泰山さんのサッカーチームでサッカーやらさせてもらって、本当だよね。もうすごい。もうあれが何年前？5年前ですね。5年前か。5年前です。早いね。だからでもその時はもう5年前やったら泰山さんもまだその留学エージェントも始めてなくて。始めてなかった。始められたのいつ頃でした？何年前頃でした？正式に始めたのは去年の初めとかだから 2年まだ経ってない感じかな。そうすごいですよね。2年も経ってないのに、ここ最近やったらサッカー選手を読んだりとかしましたよね。そうなんです。去年は那須大輔さん、サッカー系 YouTuber の那須大輔さんと、めちゃめちゃ有名ですね。そうあとはサッカー系インフルエンサーの野田健君っていうお二人を誘致させていただいて、で、今年は大久保嘉人さん、元日本代表のと那須大輔さんと呼ばせてもらって、もう大盛り上がりですよ。もうめちゃめちゃ盛り上がってましたね。盛り上がりました。いやーすごかったですね、今年の夏とかもね。そうね、もうあれがね、僕がこの、地域社会における役割みたいな部分も担ってるのかなって思ってるので、少しはバンクーバーに貢献できたのかなと思ってます。でもそれこそ泰山さんのスカイカナダ留学を通してきた生徒さんが、そのサッカーチームで一緒に、そのプロのサッカー選手と元サッカー選手とかと一緒にやったりとかする経験もできたり、そんな経験なかなかできないですよね。日本いたら本当にそう、もっと広めて。いやもう広めてるし、今めちゃめちゃ広めようとしてますいやでもほんま日本だって那須大輔さんとかもそうですけど、そんな日本ではあんな近くで見れなかったですよね。いや本当にね。もうそれこそそんな交流会もあったり、でチームやったら一緒に試合したりとか、そういう経験ほんまスカイカナダ留学だけじゃないんですか、ほんまに。いや本当そうなんですよ。それこそ泰山さんもともとサッカー選手のキャリアがあったりしたのもあって今があるじゃないですか。そうですね。それこそ昔のいろんな経験が今も生きてるというか。そう本当にでもそれを思ってて、20代の頃に例えば僕はエンタメ系の、お仕事してたりとか、あとはそういった仕事したりとか、あとはサッカー選手だったりとかで留学エージェントだったりとかで、なんか全てがなんか昔は点だったんですけど、今がようやく線になってつながってきたなっていう部分があるので、あながちいろんな経験をするっていうのは間違いじゃないのかなっていうのは思いますね。それメッセージ、いやでも本当、そうですね。泰山さんは俺から見てもすごいいろんなことやってるなって思ってて、昔なんかモデルとかもしてましたよね。そう恥ずかしいけど、いや調べたらちょこちょこ出てくるんですからね。ちょっと決めた写真出てくるから結構決めてましたね。そうなんかちょっと質問とか考えてたんですよ、で牧本泰山って調べてやってたら、もう何してる人か分からんぐらいなんか MC してるしモデルしてるし留学エージェントしてるしみたいな。やっぱでもそういうのがあったからこそ今すごいいろんなところで生きてるなっていうところも。いや本当にでもそれは思ってて、なんか、例えばエンタメの仕事を僕やってましたけど、それをやってなかったら聖子さん、お笑い芸人の聖子さんも実は来てもらったんですけど、バンクーバーに来てもらったんですけど、その方もお呼びはしてなかったと思いますし、いやそうですよね。そうサッカー選手やってなかったらそれこそ那須さんも大久保さんも来てもらってなかったのかなって思うんで。いや
だってもう別のもんすもんね、サッカーとそういうエンタメ業そう界全く別でもそのいろんな分野の方から、そうやってカナダに来てもらったりできるのはやっぱりそうやって泰山さんが昔からいろんなことをやり続けたからこそですよね。まあね、言い方はそうやって言ってくれるといいかもしれないけど、いや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 なんかこうね、当時はこう右往左往しながらなんかそうですよねこう血迷ってたじゃないですけど、何がしたいんだろうなとか、自分は何者なんだろうみたいなのをずーっと考えてたから、でも今となってはその時期が必要だったんじゃないかなっていうのはすごく思います。いやもうだってそうやって MC とかしてるからこそこうやってね、すごいもうなんかもう上手に話してもいらやいやいや、そんなことはないですよ。いやいやでもほんまに僕とか多分他の人も多分そうですけど、すごい多分迷ってる時期の人がすごい多いと思うんですよ、20代って僕もそれこそいろんなことやってるんですけど、でも結局将来俺って何するんやろうってすごい迷ってたり、なんかいろいろ考えることがあるんですよ、でもやっぱりそういう泰山さんのこととか見てってこうやって話とか聞いたりしてたら、もういつかそれが生きてくるなっていうのもすごい思わされることもできるし、いや本当にそうだよね、こうやってなんか、まあ、昔ラジオやらせてもらってたけど、ラジオもしてたんですか。そうだからこういった機会がまあラジオやってたからちょっと話せるみたいなところもあるし、いや絶対ありますよあるし、まあね、良かったなと思います。で多分ね、なんか新しいことを始める時とかってやっぱりちょっと迷うんですよ。でやっぱそれなりのエネルギーも必要だし、でまず、まあ、留学もそうだと思うんだけど、まず一歩踏み出してみたら意外とそんなに大変じゃないっていうか、留学留学もそうだし、なんか新しいことをチャレンジする時とかって、一歩踏み出してちょっとチャレンジしてみたら意外となんかできるというか、だからその多分みんなその一歩が踏み出せなくてなかなかこう迷ってるみたいなところもあると思う。やっぱり留学ってなると多分日本ってやっぱり島国で、あんまり海外にも行ったことない人とかが多くて、海外へのイメージっていうのがやっぱちょっと踏み出しにくいっていうのもあると思うんですけど、僕も15の時に来ちゃったらもう意外と5年後こんなことしてたりとか、もう何が起きるか分かんないですけど、でもその一歩踏み出したからこそやっぱり今こうやって泰山さんとも出会えたりとか、そういういろんな出会いがあったりいろんな経験があったりするのはやっぱそこで15歳の時一歩踏み出したからっていうのはすごい大きいことと思うんですね。なんかね、本当にいろんな経済番組とか、それこそなんかホリエモンとかああいうなんかあるじゃないよくああいうのよく見るんだけど、もうみんな同じことを言うんだけど、ただ行動しただけで言うんだけど、もうその行動がやっぱりねなかなか難しいよね、一歩踏み出すことがね。で昨夜みたいにね15歳にしてね海外に来てあんなね、いやでも今やから言えるんですけど、多分15歳やからこそ来れたっていうのもあったんですよ。15歳やからこそなんか何も考えてなかったというか、正直なんか辛さを知らなかったんで、その当時とかも何も考えずに来たんで、今20歳になってで初めて海外行くってなって、でじゃあちょっと行ってこいって言われてもちょっと渋るかもしれないですね。それはあるかもしれないね。そうですね、やっぱそれが多分高校留学と多分大人のそういう仕事で来るのとの違いとは、違いはあるかもしれないね。確かに背負ってもるものが違うしね。そうですね、やっぱ15の頃なんか何も考えてなくて、何も背負ってなかったんで。確かにね、確かにそうですね、だからもうパッて行くって決めて来ちゃったみたいなのもあったんですけど、確かにあの時の昨夜もう勉強そっちのけでサッカーしてたもんね。サッカーしかしてなかったですねもうずっとね、いやなんか週5週6そうだから昨夜の仲いい友達があともう一人誠っていう子がいるんですよ誠くんで、この二人がずーっとつるんでるんですよ、ずーっとで、だって同じ高校で同じサッカーチームで、で同い年でね、同い年でで僕はよく言ってたんですけど、ここはカナダだからもしそういうのだったら先に言ってねって話はしてたんですけど、ちゃんとねちゃんとしてあっちも彼女見つけてね、僕はまだいないですけどでも疑われてた時期はあったんですねでもすごい仲良かったですね。でもなんか昨夜のやっぱすごいところってなんかそういういろんな人とのコミュニケーション能力だったりとか、あとは何に対してもやっぱ真摯だよね。
素直だしすごく真摯だと思う。まさかここで褒められるんですかいいんいやすかそんなこうだからこそなんかこういろんなコミュニティにこう属してるというか、いろんなコミュニティに受け入れてもらって、だからなんて言うんだろうな、そういうコミュニケーション能力の高さとか、あとはその真摯な部分だったりとかっていうところがこう人から好かれるその要因なのかなっていうのはすごく感じますよ、僕は。ちょっと普段そんなこと言わへんのにもうこんなところで言っとかないと。ありがとうございます。言っとかないと。ありがうござはいい。こういう時しか言えないですねいやーまあでもほんまにすごいいろいろスカイカナダについて教えてもらったんですけど、もしもうこの見てる人たちが留学したいっていう人たちがいたら、どうやって泰山さんのそのウェブサイトとかって、あ、そうです。インスタとかもあるんですか？そうです。インスタ、スカイカナダ留学っていう、インスタ名で調べてもらえるのと、あとはウェブサイトにも載ってますので、気軽に相談ベースで受け付けてますので、ぜひよかったら。何でも DM。何でも DM。何でも DM。何でも答えますので。じゃあもうリンクとかも下にも貼ってるんでね、まあそこを通していけたらいいですね。はい。まあ最後に、まあ、これからスカイカナダとして、それか泰山さんとして、なんかこれからの目標とかってあるんですか？いやー、僕もたくさんありますね。たくさん。ここで言える話と言えない話っていうのは、それ変なことじゃないですけど、変な話じゃないですけど、そう、もちろん、もっともっとやっぱり留学生、増やしたいっていうのもありますし、あとは、僕みたいに悩んでたとか今悩んでるような人たちに少しでも僕はサポートできればすごく嬉しいなって思ってます。はい。で本当にお気軽に相談してもらえたら、はい。その一歩まず踏み出すのがなかなか難しいっていう人もいらっしゃるかと思いますんで、本当にご相談ベースから受け付けてますのでよろしくお願いします。いやもうすごい、もう見たらわかると思うんですけど、めちゃめちゃ話しやすいんですよもうなんか何でも相談しやすいし、はい、だからもうすごい相談とかもう何でも留学についてとかも気軽にもインスタとかメールとかしてもらえたら、もう多分いつでも泰山さん助けてくれるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いしますそれじゃあ今日はありがとうございました。